こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はアクリル毛糸を使ってこちらのモチーフを編んでいきます。1枚ずつ使ってコースターにしたり、4枚つなげてインテリアで使えるカバーやマットに、最後は8枚編んでバッグを編んでいきます。使用する材料はこちらです。アクリル毛糸は余っているもので大丈夫です。配色はお好きな色の組み合わせで編んでください。動画では11色使用しています。バッグにはダイソーの 125mm の丸い持ち手を使用しています。動画ではバッグまで編むので伸びづらくするため、少し小さめの6号の針できっちり編んでいます。それでは編んでいきましょう。1段目の編み図はこちらになります。最初に輪を作って鎖3つで立ち上げていきます。長編みを2回編みます。鎖を3つ編みます。長編みを3回編みます。鎖を3回編んで長編みを3回編みます。鎖を3つ編んで長編みを3回編みます。最後に鎖3つ編んでこれで1段目が完成です。糸処理は最後にまとめてするのでこのままにしておきます。2段目の編み図がこちらになります。鎖3つで立ち上げ長編みを2回編みます。鎖を1回編んで長編みを3回編みます。鎖3つ編んで同じところに長編みを3回編みます。
鎖を1つ編んで、次の角のところに長編みを3回編みます。鎖を3つ編んで、同じところに長編みを3回編みます。この繰り返しで1周編んでいきます。1周編んできました。最後に鎖3つ編んで、糸をカットします。これで2段目が完成です。3段目の編み図がこちらになります。鎖3つで立ち上げ、長編みを2回編みます。鎖を1つ編んで、長編みを3回編みます。鎖を編んで、長編みを3回編みます。角のところだけ鎖を3回編みます。同じところに長編みを3回編みます。この繰り返しで1周編んでいきます。
一周編んできました。最後に鎖3つ編んで、これで3段目が完成です。4段目の編み図がこちらになります。鎖1つで立ち上げ、細編みで1周編んでいきます。角の鎖3つのところだけ細編みを4回編みます。次の角まで細編み11目編みます。角の鎖3つのところに来たら、ここだけ細編みを4つ編みます。ここから次の角まで細編み11目です。この繰り返しで1周編んでいきます。細編みを1周編んできました。最後の角のところも細編みを4つ編みます。
これで4段目が完成です。5段目も細編みで1周編んでいきます。角のところだけ増し目を2回編みます。鎖1つで立ち上げ、細編みを編んでいきます。角の細編み4つのところに来たら、2つ目と3つ目のところに増し目を入れていきます。ここから細編みを編んでいきます。次の増し目までは13目になります。角のところに来たら増し目を2回編みます。ここから次の角の増し目まで細編み13目編んでいきます。この繰り返しで1周編んでいきます。細編みを1周編んできました。これが最後の角の増し目2つになります。最後に細編み1つ編んで、これで5段目が完成です。糸処理をします。これでコースターの完成です。ここからカバーやマットを編む方はコースターと同じモチーフを4枚、バッグを編む方は8枚ご用意ください。6段目は縁になる色で細編みを1周編んでいきます。角のところは増し目を2回入れます。
鎖一つで立ち上げて細編みを編んでいきます。角のところまで来たら増し目を2回編みます。2つ目の増し目から次の角の増し目までは細編みを15目編んでいきます。次の角のところも増し目を2回編みます。ここから次の増し目まで細編み15目編んでいきます。この繰り返しで1周編みます。最後の角のところにも増し目を2回編みます。これで6段目が完成です。他のモチーフも同じように縁の色で1周細編みを編みます。ここから4枚のモチーフをつなぎ合わせていきます。同じ編み目のところに針を入れて縫っていきます。
続けて次の2枚も縫っていきます。縦方向も同じように同じ編み目に針を入れて縫っていきます。真ん中部分はしっかり縫いたいので、何回かいろいろな方向に針を入れて縫っておきます。4枚つなぎ合わせたところで細編みを1周編んでいきます。編み始めはどこからでも大丈夫です。動画では角の増し目のところから編み始めます。鎖1つで立ち上げ、増し目を2回編みます。ここから細編み18目編みます。細編みを18目編みました。モチーフとモチーフのつなぎ合わせのところはこのように編みます。ここから次の角のところまで細編み18目編みます。18目編んで角のところに来ました。ここに増し目を2回入れます。この繰り返しで細編みを1周編んでいきます。細編みを1周編んできました。
最後に糸を引き抜いて、これで完成です。糸処理をします。完成です。マットやカバーなどインテリアに使えます。モチーフを増やしてサイズの変更もできますので、もしよかったら編んでみてください。ここからバッグを編んでいきます。同じものをもう1枚編みます。動画では裏と表に同じ配色のモチーフが来るようにしてみました。裏と表で全く違う色にしてももちろん可愛くできますので、お好きな配色で編んでみてください。それではここから持ち手部分を編んでいきます。あともう少しです。頑張っていきましょう。持ち手の編み図がこちらです。細編み15目を6段編んでいきます。減らし目した編み目が真ん中に来ます。ここから1、2、3、4、5、6、7つ目のところが編み始めになります。鎖1つで立ち上げ、ここから細編みを15目編んでいきます。1段編めました。裏にしてここから細編み15目編んでいきます。2段目が編み終わりました。表にして鎖1つで立ち上げ、3段目の細編み15目を編んでいきます。この繰り返しで細編み15目を全部で6段編んでいきます。持ち手の部分6段編み終えました。糸は長めにカットします。もう一つの方も同じように持ち手を編みます。ここから2枚を合わせて編んでいきます。2枚の裏と裏を背中合わせにして同じ編み目のところに針を入れます。糸を引き抜いてここから引き抜き編みで編んでいきます。
この繰り返しで反対側までぐるっと編んでいきます。引き抜き編みで2枚を一緒に編んできました。最後はこの部分まで引き抜き編みを編んでいきます。糸をカットします。引き抜き編みで使った糸の処理をします。編み始めと編み終わりのところはこのように何度か縫ってから糸処理をするとしっかりとした仕上がりになります。もしよかったら参考にしてください。反対側の編み終わりの糸も何度か縫ってから糸処理をします。ここから持ち手をつけていきます。持ち手はこのようにくるむようにして縫っていきます。なるべく縫い目が目立たないように縫っていきます。反対側まで縫ってきました。さらにしっかり仕上がるように裏も縫います。
しっかり縫えたら糸処理をして、もう一つの持ち手も同じようにつけたら完成です。お疲れ様でした。毛糸のバッグですが、少し小さい針でしっかり編んでいるので、お財布など重みのあるものを入れても伸びずに使えそうです。色の組み合わせでいろいろな印象のバッグに仕上がるので、もしよかったら編んでみてください。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。